幼少期は一言で言うとクズですよね。子供の頃って一つの失敗とか結構なんか傷になるじゃないですか。で、そういうのとか恐れてる、そういう子供だったと思う。で、卒業して何も本当に就職先なんかもちろんないし、アルバイトぐらいしかないんじゃないと思って、そしたら、うちの親父がですね、鉄筋屋っていう鉄筋工事業をやってて、取り付けだけをやる5、6人のこう、グループを作ってて、元請けさんの鉄筋屋さんの大きい鉄筋屋さんから仕事をもらって、まあ、取り付けだけをすると。ここは加工だったり、運搬だったり、契約だったり、そういうことやるんだけど、僕らは取り付けだけをやるっていう、そういう会社をちっぽけな有限会社江口鉄筋っていうのをやってたんですよね。で、そこに、まあ人が足りない。当時バブルすごかったですよ。僕卒業したの1989年とかだから、もうバブルの絶頂期。僕の会社にもやっぱり小さいバブルをやってきてて。で、実際そのバブルに乗って、もう、お前車も買う金貸してやるし、免許も取らせてやるから、お前も鉄筋屋やれと。どうせお前なんか鉄筋屋しかなれねえっていう風に、本当にそういう家だったので、そうやって言われて育ってきて。で、実際僕やったんですね。1年ぐらい経って、しかも車を2台買わせて、全部借金という形で。で、普通に1年後に僕辞めるわっつって辞めていくような、そういう人間だった。絵に描くようなクズっぷりでしたね。で、実際20歳になった時に、僕その当時、だから30年前、昔はネットワークビジネスって言われてて、今 MLM って言いますよね。マルチレベルマーケティングっていう、僕が先輩から電話かかってきて、なんかこれを商品がある商品、僕たちは浄水器だったんだけど、それを友達に紹介して、友達が友達に紹介してって言って、コミッション、口コミ料っていうのをいただくっていう、僕にとっての1回目のターニングポイントっていうのはそこかなっていう。そこで、本気でマジでやってみるかっていうふうに思えたんですよ。言い訳なし。で、言い訳なしで、アポイントの件数、契約の件数、ローン用紙のその合否、そういうのももう全部数字で出ちゃうんですよ。そういう世界に入ったことはなかったので、そこの中で本気でやってみたら、正直今までの組織の中で、ある組織でやってたんですけど、それの記録を塗り替えていくみたいな、そういうことができたんですよね。そこが一つ目のその仕事に対してはターニングポイントになった。でもそれでもやっぱり2、3年経って22、3歳になった時はだらけてきてどうなるのかなと思ってたんだけど、22、3歳になった時にもう一回家に戻ってこないかっていう、鉄筋屋にこう戻ってこないかっていう話があった時、そんなもん戻るかよっていう気持ちもあったんですよね。忙しいばっかりで、もう肉体労働で、もうとにかく皆さんやられたらわかるけど、1日7トンとか8トンとかの鉄の棒をただただ運んで1日終わるんですよ。だって一番下っ端だから仕事わかんないから。で、あの世界戻るのかよと思ったんだけど、第2のターニングポイントで、今子供3人いるんだけど、嫁さんと出会ったんですよね。ちょうど23歳の時に。今、ゆうせいっていう息子が26に今度なるんですけど、ゆうせいができて、ここで本当にちゃんともう一回やりきれなかったら、カスだよねっていうのを自分に言い聞かせて、最大のターニングポイントは結婚って子供が生まれるっていうとこだったんだけど、そこのところでもう一回本当に本腰入れてやってみようっていうのの癖をつけれるっていうことができたかな。で、結局やり出してみたら、そこから1、2年経った時からもう人を使って職長ですよね、親方っていう存在で現場を切り盛りするってことがやれてましたよね。で、実際そうこうしてたら28歳ぐらいになったら、もう親父が、あと俺もうやりたくないからお前やってくれっていう話になって、で、そこから家業を継ぐっていう形で、鉄筋工事屋としての本業としての仕事がスタートしたと。それがもう本当に僕の元々の背骨になるところですよね。で、それを本気でやるときに、有限会社江口鉄筋は、ゼネコンがあって、大きい鉄筋屋さんはゼネコンから仕事をいただいて、そこから仕事をいただくっていう二次下請けだったんだけど、なんで二次下請けなんだろうっていう疑問がずっとあったわけですよ。だって浄水器売ったら記録を塗り替えてっていう、こんななってる時俺だったら何でもできるみたいな延長線上にいるし、これ一次下請けになろうよ親父っていうこと言ったら、親父はそんなことできるかみたいな、どうすればいいんだこんなもん、やりようがないぞ、工場ないぞ、お客さんねえだろって、お前何がわかるんだみたいな、もう一個ずつやろうよっていうのを25歳ぐらいからずっと言い続けてて、まず最初は日でもらってる仕事を 100% もらってたのをまず9割にして
10% を営業して仕事を取っていこうっていうふうに僕は考えたんですね。もう親父とかおっかさんはそういう意味では頼りにはならないので、自分でやっていくぞって決めて、いろんな人に話を聞いて学んでいって、一個ずつあるやり方をやったんですけど、それちょっと長くなるのであれなんですけど、それで一個ずつやって、90% のところを 80% にして、直でゼネコンからもらうの 20% にして、70にして30にしてってことを繰り返してたら、1年半ぐらい経ったら、もうここから仕事をいただかなくてよくなったんですよね。で、その時の規模感ってもう5、6人のこのグループだったので、100仕事もらってた時って年商4000万とか5000万ぐらいだったと思うんですよ。全部人件費なので。で、そんな中でなんとか金残んないかなって残んないと思うんですね。やっぱり。人が動いたところだけでお金をもらうって、もともとそんな特殊といっても特殊な仕事でもないですし、僕はだから材料も受けて、工場で加工もして、運搬もして、そういうところを全部包括的にやらないと意味がないと思ってたので、実際それを営業して 100% もらえるようになりました。で、ここからやっていくぞってなった時には、もう33、4歳ぐらいの時には、年商3億ぐらいになってた。で、もう全部直下請けをやっていて、ゼネコンから直やってて、ここからどうなるのかな、これ儲かるぞ、ここからいけるぞと思ったら、2008年のリーマンショックがあったじゃないですか。あれが僕の中でももう過去最低な、もう本当に今のこのコロナなんか僕らで言うと目じゃないぐらいやられたんですよね。で、一生懸命やってて4億4000万ぐらいまで売り上げをこう伸ばしていったんですけど、いきなりそのリーマンショックになったら2億5000万とかに落ちちゃって、そういうの絶対赤字になるじゃないですか。広げてってるんで、このビジネス自体は。人も増えていってるし。で、実際そこでどうしていったらいいのかって言った時に、もう毎日何か他の仕事ないかなって思ったんですけど、その時に太陽光発電が2009年の11月から各家庭においてのビジネスモデルっていうのが国の助成金も補助金っていう名前のその助成金もこの後押ししてスタートするよっていうところで僕たちもこれを乗っかったっていう。まずそういうところですね。で、そこからはね、多分僕のブログを見ていただいたりだとか、ホームページ見に来ていただいたりとかしてれば結構載ってると思うので、そこから興味があったらまた見ていただきたいと思うんですけど、この Vlog を見てくれてるその社員や、例えばアントレプレナー、例えばもうその本当ベンチャーでニッチもサッチもいかない人たちって、その人たちに今回のこのお話から言えるアドバイスは、本気でやってみましょうよという。本気でやってないでしょっていうのを伝えたいんですよね。僕はその2008年のそのリーマンショックになった時、本当死ぬような思いしました。本当にこれやばいなって、もう立夏離散になるな、死ぬぞって。最後には僕と親父2人で職人で1人区1万5000、1万6000もらってこう土佐回りするとか、そういうとこまで想像がいったんですよね。やっと築き上げてきたのに。その恐怖心があるから今ものすごく固く経営っていうのをするんですよ、実際は。でもその時に立てた8つの目標っていうのがあるんですね。その8つの目標をもうこの大きい真っ白なカレンダーの裏側に太いマッキーのマジックで1234568ってこうでこういうことをやりきります、こうやって絶対やりますっていうやつを書いて、僕は寝るとこのこの部屋のここに貼ってました。貼ってて、どんだけ飲んで帰ってきても気分が悪くても寝る前はそれをその状態がイメージできるまで、例えば売り上げを8億円上げる、絶対上げるんだって。でも8億円の決算書を見たことがあったから8億円って数字が僕にはこうぴったりきたわけですよ。でそれを自分の江口グループのその売り上げ8億円になってるみたいなイメージを、今で言うとね、それ小さい数字だけどその当時はとてつもない数字で、それをずっとやりますってやつを、その気分をイメージするんですね。その気分をイメージして横から、でもお前売り上げ下がったじゃんとか、お前無理じゃんって気持ちが入ってきた時にはもう最初からやるという、そういうこととかを毎日朝起きる時と夜寝る前と仕事行く前にはそれを A4 版に落としたやつをここに置いてずっとイメージし続けた。それでやっぱり今がある。でそこまでやってずっと何年か経つと、もうそこに書いてたことは全部クリアしてるっていう自分がいたわけです。で僕が皆さんにできるアドバイスは、そこまで自分を本当に持ってっていますかって、持ってってみてからやっぱり頑張ってるとかやってますよっていう風にやっぱ世の中に言った方がいいんじゃないかなと。
でもこれぜひお勧めしますね。書いてみる。まず。書いて毎日目の届くところに行って、その時の気分を、疑似的に体験してみる。それがもうものすごくいい経験になると思いますので、皆さん一回やってみてください。こういうことをね、少しずつまたこのバーで、この Vlog で話していきたいと思いますんで、またご興味があれば、チャンネル登録の方と、こっちの方のね、ボタンを押していただけるとやる気出ます。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。さよなら。